はい、今回もですね、激ムズテクニックシリーズということで、三味線、星人、宇宙人、変態などといろいろ、何やってるかわかんねえよという同業者からの声がたくさん届くので、手の内を公開して、ちょっとでもその気持ちを分かってもらおうという、けなげな企画でございます。今日はですね、第2回はポリリズム編でいこうと思います。ポリリズムっていうのはすごい荒い説明ですけど、あるリズム、特定のリズムで弾いてる中で違うリズムをぶち込むっていうね、それでわけわかんなくさせちゃおうっていう、変態技でございます。皆さんおなじみかどうかわかんないですけど、結構吉田兄弟とか颯とかが結構使ってるイメージがありましてですね、イメージなんですけれども、よくあるのは3拍4連って言って、普通こう16分音符って1拍に4つありますよね。こう、4300が分かりやすいんで4300使いますけど、これ4つ区切りじゃなくて3つ区切りにしちゃう。でもリズムは変わってないわけです。こう焼肉だったら簡単なんですけど、焼肉ドンっていう感じで、焼肉肉や筋肉みたいな感じで3つずつやるとこうポリリズムになるってことですね。今のは例えば3つずつ分けたっていうパターン。どうだろう、他の人はなんかこうとかこういう3拍4連がパターンとして多いかなと思います。で、この辺は全然序の口なんですっ飛ばします。で、僕はちょっとこの、3拍4連を間を抜く、だから3拍のうちの2つ目を弾かないっていうので、なんか花笠音頭とか津軽人句みたいなシャッフルみたいに聴かせてしまうっていう極悪技をやってたりします。もう普通に3拍4連を弾くと、全部弾いちゃう。123って全部弾くとこうなるんですけど、タット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 ってなんかこういうシャッフルっぽいやつに効かせてしまうっていうテクニックをやってたりします。で、今のは、3拍4連だったのを、僕が結構得意なのは5拍にしちゃう。だから焼肉や筋肉焼き肉焼きにみたいな感じで5拍ずつ入れるって感じにやってます。で、得意なのはね、2+3かな。3足す2はあんまり得意じゃない。4足す1とか2足す3のパターンが得意です。4300で分かりやすくやると、43430が分かりやすいかな。テレテリタトゥルテリテっていう風にやる。でちゃんとこう1、2、3、4は5拍になっても守ってると。でこれをいろいろこうもじってみる。今こう 2+3 とか 4+1 とかいろいろこう合計で5個ずつになるようにやってますけど、やっぱりずっとリズムは4拍子でちゃんとしっかりやってるみたいな。こんな感じで一つね、こういうポリリズムで人をね陥れるようなことをするときはですね、メロディーをねあんまり変えず、しつこくこうリズムを強調すると効果的ですね。あんまりなんかでこう動くよりはなんかだいたい一つのところで今これやってるよってしつこくなんか何回もこう連打するっていうかプッシュすると、今この人はリズムで遊んでんだなっていうこう明確なこう意図になってですね、非常にいいかなと思います。はい。で次は4拍3連って言っ
て、まず3連符を弾きます。3連符っていうのはこの1拍の中に3つ音が入るやつですね。トマト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 。でこれはまあ簡単なんですけど、このトマトトマトってやつを4つずつに分ける。トマトとマトトマトトマトトト分かんなくなるトトマトトマトとみたいな感じで、みたいな感じでタラタ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 タラ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 、なんか4300がね遅くなった感じなんですよ。なんか別にスピードがダウンしてるわけじゃなくて、ちゃんと3連符で4つずつ刻んでて、ちゃんとこうリズムは守ってますよっていう、変態技でございます。でこれもっとひどくしていくと、5拍3連とかもできるのかな。みたいな感じで、トマトトマトトマトマト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 ママトトマみたいな感じで3連符をこう5個に区切る。今は4たす1にしましたけど、タラタタウタラタタウタラタタウタラタタアイウエオアイウエオってこうちゃんと5個ずつやってるわけですね。そういったことをしていくと、共演者からこうちょっとだんだん嫌われていってしまうので、ほどほどにするということで、こういったねリズムの遊び方っていうのがあります。こういうのをたまに僕も絶対ねジョンガラ節でねやっちゃいけないっていうか、大会でやるとめちゃくちゃ減点されると思うんで、成績残したかったら絶対やんない方がいいんですけど、自分のライブとかでこうおふざけとか、こうソロ回しとかね、そのなんか西洋音楽やってる時とかにこういうのやると、やばいやつだなこいつはみたいな感じでなるので、おすすめかどうかわかんないですけど、こういうのもありますよっていう感じで遊んでみてください。ということで激ムズテクニックシリーズ、第2回ポリリズム編でございました。それでは。